皆さん、こんにちは。今日は赤子の手ねじるということわざについて、その意味と背景を詳しく掘り下げていきましょう。この言葉は非常に弱いものを相手にして、いとも簡単に、あるいは一方的に任してしまうことの例えです。抵抗する力のない相手を制する様子を表しており、物事が極めて容易に運ぶことを指して使われます。実はこのことわざには似たような言い回しがいくつか存在します。資料によると、赤子の手をひねるという言い方もあれば、近代では赤ん坊の手をねじるといった表現も使われてきました。いずれも生まれたばかりで何ら抵抗する力を持たない赤ん坊の腕を大人がいとも簡単にねじり上げてしまうという圧倒的な力の差を象徴しています。歴史的な背景を見てみると、この言葉は江戸時代からすでに広く知られていました。当時のことわざ集には江戸後期の代表的なものとして収録されています。また幕末の頃にまとめられた数多くのことわざや慣用句を絵入りで解説した小話集、いわゆることわざの宿替えの中にもこの言葉が登場しています。この資料の中で興味深いのは、当時の人々がこのことわざの語句の意味をそのまま捉えるのではなく、どこか無体なことや雑な振る舞いとしてユーモアや皮肉を込めて解釈していた点です。例えば、生まれたばかりの赤ん坊の手をねじるという行為自体、現代の感覚からすれば非常に残酷な表現に聞こえますが、幕末の資料ではそれを生まれ子の手をねじると表現し、その不釣り合いな力の差を強調することで状況の理不尽さや滑稽さを描いていました。現代の私たちは仕事やスポーツなどの場面で赤子の手をねじるようなものだと楽勝であることを表現するためにこの言葉を使いがちです。しかしこの言葉の成り立ちを振り返ると、そこには単なるたやすさだけでなく、強者が弱者を圧倒するというある種の非常さや圧倒的な力の差に対する冷静な観察目が含まれていることがわかります。圧倒的な力を持つ者がその力をどう使うべきか、そんな問いかけもこの激しい表現の裏側には隠されているのかもしれません。身近なことわざもその歴史や当時の解釈を知ることで、また違った響きを持って聞こえてくるのではないでしょうか。今日のテーマは気に入っていただけましたか？よかったら SNS での拡散、チャンネル登録、高評価をお願いします。また今度好奇心の図書館でお会いしましょう。